はい、どうも菊池幸です。今日はですね、ズバリいい構図、悪い構図ですね。いい構図とは何っていう話をしたいと思います。これはですね、非常に多くの人が悩むところだと思いますし、重要なポイントだと思うので、ちょっとお話ししたいなと。前回ぐらいが前に次第対策の動画をですね出したんですけれども、その時に生物画とかは構図が命なんですよみたいな。それがもう9割ぐらいなんです。構図で決まるんですみたいな話したんですけども、じゃあどうやって構図取ればいいんだみたいな話をねしてなかったので、それを今回はしっかりと説明していきたいなというふうに思います。はい、まずですね、いい構図悪い構図っていう時にいい構図の話をしていきますけども、何で決まるかっていう基準ですね。ズバリ言ったら主題で決まります。さあどういうことかって話ですね。例えば構図ってすごいざっくり言うとトリミングの仕方なんですよね。いろんな世の中のものがあって、自分で配置するとしてもですね、絵なのでね。だとしてもどう切り取ってるのか、画面をどう収まってるのかっていう話なんですね。なんで主題が決まらないとどう収めるのかとか、要するにテーマですよね。主役。それが決まらないとどう収めればいいのかとか、どのぐらい見せればいいのかっていうのが決まらないっていうのがすごく重要なんですよ。で、これはもちろんこの後ちょっと実演とかしながらね、どういうことか説明していきたいと思うんですけれども、これがなんで重要かっていう話をするかっていうとですね、巷でですね、よくいい構図の撮り方みたいな、特にカメラ界隈とか写真界隈とかありますけども、海外でもありますよね。例えばどういうのかっていうと、3分割法っていうのがあって、こういうふうに収めると収まりがいいんですよとか、あとは海外だと黄金比っていうのがあって、白銀比とかですね。この比率で入れると、すごい比率として構図が収まりがいいんです。美しいんです。みたいな。よく名画は黄金比でできてるなんていう話もありますよね。じゃあ皆さん試してみてほしいんですけど、黄金比でこうやって物を配置してってですね。で、いい絵になるかっていうのを試してみてほしいんですよ。ならないんですよね。残念なことに。で、これは別に黄金比とかが間違ってるとか、三分割法が役に立たないって意味じゃなくて、主題によってその切り取り方が変わるっていうところが抜けちゃってるからなんですよね。だからいい構図って2つの要素でできてて、一つはその主題に沿った捉え方ができてるかっていうポイントもあるんですけども、もちろんもう一つのそのバランスよく入れる。ね。その時に例えば、もっと具体的に言うと、人物を撮りたいって言ったら、その人物の何を撮りたいのか。顔を撮りたいの表情を撮りたいのか。全身のポージングを撮りたいのか。人物と風景の撮りたいのか。ね、どんな場所にいる風景の中にいる人物っていうのを撮りたいのかとか。その人物の佇まいとか雰囲気でやるのかっていうね、いうのだったら、人物は切れててもいいかもしれないしね。人物よりも人物の影とか。ね、そういうところを撮るかもしれないし。その主題とかテーマとか主役が決まると、その切り取り方が決まってくるんですよね。で、その時に初めてその比率とか、そういうのが出てきて、2番目に出てくるんですよね。そういう切り取り方みたいなのの、その配置とかの話は。黄金比とか役に立たないってわけじゃないんですけど、それで基準にして構造を決めたら良くなりますみたいなのはちょっとやりすぎっていうか、ちょっと乱暴かなと思ってます。その切り取りからの方の工夫とかってのも本当無限にあるので、それはもう知識としてどんどん蓄えていけばいいかなと思うんですけども、個人的にはね、経験則で学ぶものかなというふうにも思っているので、その辺の経験則のため方みたいなものも最後に紹介したいと思います。はい、それではですね、ちょっと例を挙げて実践していきたいと思います。これ、風景の写真を今、一つ用意しました。見ての通り、車が3台ぐらい入っていて、木々があったりとか、建物が入っていたり、道路が入っていたり、空があったり、電信柱があったりしますね。そういう自然物とか、物とかが、いろんなものが入ってるわけですけども、じゃあ、この状況から、いい構図でトリミングしたい。ね。いい構図にしたいっていう場合ですよね。じゃあ、どうしていくかっていうのをちょっとやってみたいと思います。で、その場合には、編集機能で切り抜き機能があるので、これを使ってちょっと切り抜いていきたいと思います。これ実は訓練法にもなるのでね、後ほどそれも言うんですけども、じゃあ主題で決まるっていう話をしましたけども、例えばどういう主題があるか。じゃあここには今車3台映ってますけども、このままだとですね、どれが主役かっていうのがわからないですね。車が3つも映っちゃってるので。例えば、左に映ってる赤い車を主題、ね、テーマ、メインテーマ、主役にした時にどういう構図を取るかっていうと、一番左の赤い車を主役にするんだとすると、右に端に映ってる車ってちょっと気持ち悪いですよね。いらないかなっていう気もしたの。
維持します。なので、まず一気に切っちゃいます。はい。こんな風に切っちゃいました。こうするとどうですか？すでにもう赤い車が主役の絵だなっていうのがわかると思います。で、次にどういう風に形を切っていくかっていう話をしたいと思います。例えばですね、ちょっとポイントなんですけど、この端っこの比率をちょっと変えてみましょうか。こんな感じで。どんどん狭めて。じゃあ、こんな感じで、こうやってやると赤い車だけが入りますね。これちょっとあんまりいい構図じゃないんですね、実は。どういうことかちょっと言いたいと思います。はい、こんな感じで赤い車だけが入りました。じゃあ、主題が決まって、こうやって赤い車のずっとで、じゃあこれでいい構図かっていうと、そうも言えないです。理由としては、対比とかが結構重要だったりするんですね。どういうことかというと、この真っ赤な車だったりとか、これ真横向いてる車ですよね。それに対して、どういうものを対比させるかっていうので、結構この主題の鮮やかさというか、見え方が変わってきます。例えば、これって全部今この状態だと縦と横、水平垂直ですよね。全部正面で映ってるというか、傾きがあんまりないので、例えばこっち側の道路のこう右奥に抜けていくですね。奥まっていくものが出るとどうですか？空間的に広がりができますよね。なんでちょっと退屈さが抜けてきていい構図に見えるかなとか思ったりもします。こんな感じですかね。こんな感じ。そうすると赤い車は主役だってわかるんだけれども、それを引き立てるためにちょっと変化が生まれる。ね、対比が生まれる。ね、これとは違うものとして少し引き立て上げている。でもこれで重要なのがですね、じゃあ主題じゃないものが入ってきて違うものが入ってきてなんか2つ主役みたいになんないかっていうとですね、これがちょっとなんないようにしたいんですよね。でどうすればいいかというと、一つは面積ですね。大きな面積を占めているものはやっぱり目立ちますし主役になりやすいっていうのが一つ。もう一つは色とかですね、コントラストとかで強さがですね、どこに来てるか。これは他は全部グレーで柔らかいトーンなのに車だけが真っ赤なのでとても目立ちますよね。なんでこのぐらい周りを入れても真ん中の赤い車が主役だっていうようにはなるので、奥行きとかを入れてあげた方が変化が出たりとかして対比ができて良い構図になりやすいと考えます。で、もう一つすごく重要なのが比率ですね。例えば今これって草むらのところとかと、例えばこういう感じですね。こことここが1対1になってるんですね。ちょうど車がど真ん中に入っちゃってですね、真っ二つに上下で分断されちゃってるんですね。これちょっと気持ち悪い感じがしますので、下をちょっと切ってあげたりして比率がばらつくようにしたいんですね。比率がばらつくように。よいしょ。こんな感じかな。はい。同じ比率があんまり頻発しないように、特にですね、分断構図って言ったりするんですけども、真っ二つに画面が割れてるみたいなのってちょっと目が右と左にどっちにもいっちゃう。同じ強さでいっちゃうので、ちょっと避けたいところがあるので、ここでいわゆるバランスとか比率の問題が出てくるんですけども、そういうのを考えられるといいかなと思います。よいしょ。こんな感じですね。はい。これが一つ構図の取り方のワンパターン目ですね。赤い車を主題にした場合っていう感じですね。じゃあ次にもう一個、よいしょ。違う主題で構図をトリミングしてみたいと思います。よいしょ。じゃあそうするとどうなるかっていうとですね、じゃあ今度は空をメインに構図を取ってみたいと思います。すると、明らかに地面とか建物とかが邪魔なので、空をトリミングするわけですね。で今度はじゃあちょっと極端に本当に空だけをトリミングするとどうですか？ちょっと明らかに構図が悪いというかつまんないですよね、絵として。これもさっきと同じ理論です。主題が決まって空入れましたって言っても主題だけ取ればいいかっていうとそうじゃないんですね。主題引き立てる脇役っていうのをどっか入れたい。今電信柱っていうのが電線が入ってくれてるので、これは良しとしたとしてもちょっとこうやって建物とか木々とかが見えてくれてる方が良かったりします。こんな感じですかね。はい、こんな感じでちょっと見えてくれるとちょっと構図としては収まりがいいかなという気がします。こんな感じです。で、この時にすごく重要になるのが画面の切れ方っていうのがすごく重要だったりします。で切れ方って何っていうと画面の縁ですね。四隅四辺って
言われるところです。画面の外にこう切れていく形っていうのがすっぽり収まっているとですね、すごい気持ちが悪いんですよ。で、どういうことかっていうと、例えばこんな感じでどうです？下に車がスポーンと入ってますよね。しかもこうギリギリでこうぴったり収まる。こんな感じですかね。これちょっとね、あんまりいい構図って言えないんですよ。で、理由としてはすごい目がいっちゃいません？ぴったり収まってるって人間の脳的にこうなんかスポッと入ってるせいでこうすごい気になっちゃうっていうか、目がいっちゃうので空に目がいかなくなりますよね。で、こういう時どうしたらいいかというと、こうちょっと切ってあげるんですね。こんな感じで。こうするとどうですか？全然違いますよね。一気に空にまだ目が行きます。なので形が画面端でギリギリ収まってるとか、スポッと収まっちゃってる、丸々ね入っちゃってるっていう時は、ちょっと画面の外に切ってあげると一気に別のところに目が行きやすくなって丸目立ちしないようになりますので、いいかなというのと、いっそですね、こうしっかり入れてあげる、ズボンと。これはこれで丸目立ちしないので、これでもいいかなと思います。はい。じゃあですね、別のパターンもやってみます。じゃあ今度道路を主題にした時です。道路を主題にした時は、さっきの通り道路を見せたいので、もちろんこう道路を大きく入れたいんですけれども、こんな感じですか？さっきにのっとって、ちゃんと画面端に物が切れていく形ですね。あんますっぽり入らないっていうことと、同じ比率が頻発しないっていうことですね。これをまず意識してあげるっていうことが大事ですね。どうですかね？これでもう道路が取りたいんだっていう構図がわかりますよね。で、例えばさっきのすっぽり入っちゃって気になるみたいな例をやると、電信柱が左端にすっぽり入っちゃってますね。これすごい気になりますね。これあんま良くないです。やるならもうこうやって切っちゃう。こうやってちょっと端に切っちゃう。こうしたら道路がスパッと綺麗に見えますね。どうですかね？ビフォーアフターわかりますかね？ちょっとこう電信柱が入っちゃうのと、こう入らないで切るのと、だいぶ道路の行き方が違うと思います。これちょっと大事にしましょう。ね。特にこの構図トリミングっていう時の考え方で、四角ですよね。特に単純に、円形のキャンバスとかもありますけど、四角で切り取る場合は、この切り取り方の大事なポイントはその四角がすごく大事なので、四隅四辺ってところですね。切り方のところが大事なので、周りの周辺の部分が収まりがいいとか悪いとか、目立つ目立たないとかが結構重要なんですよ。なので画面の中央とかっていうのは実は大事なんですけど、というよりかはその画面端ですよね。の形の収まりとか切れ方とかっていうのが、まずはすごく重要になります。さて、じゃあもう一パターンぐらいやりましょうか。じゃあ、この木々っていうのがメインになる場合どうするかっていうんですね。はい、じゃあ木々ら辺をこうやって入れたりします。なんか木々がメインかなっていうふうになるんですけども、さっきの比率で言うと、これ真ん中のビルのところがちょうどど真ん中に来てますね。これちょっと避けたいということなので、ちょっと比率を変えましょう。こんな感じで。そうすると、ちょっと、ね、こんな感じですか？こんな感じで。はい。ビルのこの真ん中の線がちょっと左にずれてくれたおかげで、ど真ん中で切れるってことがなくなりましたね。これも少し見やすくなりました。で、さっき言ったように車がすっぽり収まってるとどうですか？左下の車にめちゃくちゃ目が行きますよね。これまずいんで、切ってあげると。こんな感じで。そうすると結構収まりが良くなったりします。ね。こんな感じで、比率を見ていけると、割と構図ってものが取りやすくなるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。考え方としては本当に大きく言うと主題。まず何をメインにするかですね。何を画面の主役にしたいかってことを決める。それによって切り取り方、どこを切り取るか、どう切り取るかが決まってくるっていう話です。で、もう一つはその収まり方ですね。画面の端、フレームの考え方。そこにスポッと入っちゃってるとか、切れてるとかで見え方が随分変わってくるっていうことですね。これも大事でした。あとは真っ二つに線が来るとかですね。真っ二つになるとかっていうのはちょっと気をつけて。なんでかというと同じ比率がいっぱいできちゃうからですね。同じ比率がたくさんできると画面が平板的になって止まって見えるんですね。動きがなくなっちゃうので、できれば比率をばらす。ね。いろんな比率が出る画面にしたいっていうことですね。この辺がコツにはなってくると思います。あとはあれですね。
やっぱりその黄金比とかにこう引っ張られないっていうのも大事ですね。その見ててしっくりくる構図っていうのを試すっていうのがすごく大事なので、なんか頭にそういう知識があること自体は悪くないんですけども、黄金比とか三角構図だってみんながこういろんな構図を取っているうちにですね、あ、これ収まりいいなってなってから決まった構図なので、ああいう比率から導いていい構図がっていう定義が生まれたわけじゃないんですよ。ね、いっぱいいい構図を取ってるうちに、なんかみんな同じ比率になってるねってなって、ああいう比率とかがこう導き出されてるわけなんで、まあ自分でやってみていいって思ったところで取るっていうのがすごく大事ですよね。で、あとなんかこう主役だけだと実はつまんないみたいな話もしましたね。まあ絵画の場合はですね、絵によっては本当に取材だけは日の丸構図って言ってど真ん中にボーンと入ってるだけの絵とかもあったりするんですよ。だから別にそれがいけないってわけじゃないんですけども、ただまあ特に物がたくさんある場合とかですね、なんかその周りに他にあるはずなのに1個しか向いてないとなるとすごい違和感が出てきちゃうので、なんか周り無視みたいになっちゃうので、まあ、本当にだったら描かないみたいなね、絵だったらね、今写真で説明したけど、もう絵だったら描かないっていう風にしちゃった方が分かりやすいし、描くんだったらやっぱちょっと入れてあげて、描く意味があるわけですからね、周りも描く意味があるので、その時にはその真ん中を引き立てる役割なので、真ん中に赤があったら緑が入ってくるとか、真ん中に濃い色があったら薄い色が入ってくるとか、なんかこうそういう風に対比になったりとか引き立てるような、なんか違う性質を持ったものを少し入れてあげる。でも一番大事なのは目がスッといくかなんですよね。主題にここ見せたいってところに目がスッといく、意識がスッといくっていうのが大事で、まあ、さっきも悪目立ちって言葉何回も使いましたけども、主役じゃないところに目がすごいいっちゃうとか、それじゃないところが気になっちゃうみたいにはならないようにしたいですね。そこが大きくポイントになったりすると思います。はい、というわけで一応正しい構図っていうかね、いい構図っていうかね、まあ正しい構図っていうのを使わなかったのはそういうところなんです。正しいって言っちゃうとさっき言った理論みたいになっちゃうんで、いい構図っていうのは自分で選んでいくものなんですね。でこれをどうトレーニングしていくか、訓練していくかっていうと、今僕がやったことをやってみてください。で、今僕は特に保存しないでひたすらいろんな画角をずらしただけで終わりましたけど、皆さんが練習する際はですね、いろんな写真とかを撮った自分の絵を描いた絵でもいいですよ。それをさらに写真撮ってもいいんですけども、それをいろんなところで切り取ってみて、いろんな入れ方をしてみて、それを保存してみてほしいんですよね。で、保存すると、で、並べてみてほしいんですよ。で、どれが一番パッと自分の主題が見えるかとか、見えやすいかとか、どっちが逆に良くないかとかをこう並べて比較しながら見てほしいんですね。でそうするとすごく訓練法になってきますし、あ、自分ってこういう構図感いいなっていうのが出てくると思います。で、我々みたいにある程度訓練した人間は、パッと物を見たらもう頭の中で切り取るんですよ。あ、ここ入れないでここ入れるとかですね。もう反射的にやってます。感覚的に。それはそういうふうにいっぱいいろんな構造を試したら、ここやって入れるとちょうどいいんだよなっていうのを経験則で覚えてるからなんですよね。なので皆さんまずトリミングをたくさんの仕方でやってみて、どれが一番いいかとか、どれが見やすいかっていうのを判断するっていう、そういう練習をたくさんしてみると、なんかいい構図っていうのが身についてくるかなというふうに思います。それでは、今回の動画はここまでにしたいと思います。またね、詳しいことが聞きたいっていう場合は質問とかぜひぜひしてください。はい。では今回の動画が勉強になったなと思ってくださった方は、チャンネル登録とぜひ高評価の方よろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。でもあれですね、この見本の写真苦労しましたね。カメラマンでね、やってくださってる、撮影してくださってる、スタッフがね、こう撮影にしに行ってくれたんだけども。主題がやっぱちょっとね、はっきりしちゃう感じ。しちゃうよね。なんかパッと撮ったスナップいっぱいなんか候補ありましたけどね。明らかに構図いいもんね。最初から構図いいからもう撮りようがないというか。だからやっぱこう染みついてるのかな。ね、結構苦労してたね。10枚撮って1枚ぐらい。やっとなんといいとも悪いとも言えない写真がやっと1枚できた。あと全部ちょっと良かったもんね。まあそんなもんですね。